こんにちは、リリーです。イェーイ !For English, turn on the subtitles. 今日はアメリカ人ってほんとみんな映画みたいにあんなにハッピーなのとかって聞かれることについてちょっと詳しく話したいなと思ってます。よく聞かれるんだけど、もちろんアメリカ人はみんなテンション高いとかハッピーなわけない。もうほんといろんな性格がある。けど、ハッピーな人は多い気がする。で、なんでかというと、ハッピーってことは自分らしく生きてるとか、自分のことよく分かってる、知ってるっていうのがベースにある気がするのね。で、アメリカとかの教育はもう子供の頃からあなたの意見は何とか、あなたはそれについてどう思うのとかってもうね、常に聞かれてて、なんかそれが結構大事な気がするの。大きな一部、その教育について。で、私も日本育ちだけど、なんかアメリカンスクールみたいなの行ってて、そのアメリカンスクールももちろん先生アメリカ人だったから、すごいアメリカらしい教育を受けたのね。その小中ぐらいまでは。で、その時にやっぱ同じ感じだった。その先生と意見が違ってても、あなたの意見は違うから間違ってるとか、そのあなたの意見は間違ってる、あなたは違うっていうのは言われたことないよね。で、アメリカもそうだけど、もう大人でも、子供でも、こういうことしたい、こういうのやってみたい、こういうとこ行ってみたい、こういうね、もの経験してみたいとかっていうのに対して、全体的に結構オープンで、全然それはできないよとか、これとこれとこれがちゃんとできてないとそんなのできないよみたいなのは全体的にもちろん場所によるよ、人にもよるけど、一般的に言うと少ない。日本だと教育聞いた話では、私もちょっとだけ日本の先生とか、普通の専門学校行ったんだけど、その先生結構いい先生だったからそんなにもなかったけど、聞く話ではやっぱ日本の教育は将来成功ができるようにっていうのをすごく大事にしているから、個人一人ずつのその成長だったり意見とかっていうのにあんまりフォーカスしてない感じがする。で、やっぱその一般的に見ると、みんながやりたい夢を追ってるのかっていうと、別に、みんな食べていけるために常に頑張ってる感じで、なんか自分の夢と現実は違うからとか、なんかそれやりたい、なんか例えば自分の夢を話したら、それやりたいならこれ1億以上必要だよとか、なんか聞かれてないのにも意見バーって言われたりとかもしたこともあるし、その全体的にあなたはあなた、私は私っていう感じじゃなくて、一般的になんだろうね、人それぞれだけど、オープンマインドっていうよりも、みんな同じような方向を見て、同じような感じで目標を持ってるイメージ。違ってたらもちろんみんなそうじゃないけど、それで大きな違いが生まれるよね。だってやりたいことができないとか、自分のことすら知らないのに夢なんてさ分かるわけないやん。将来何がしたいのって聞かれた時に、自分自身そのままの本当に自分が持ってるその特徴やさ、そういうのを全然知らないならさ、将来の夢なんて正直あれできないし、よく聞くのが、もう中高生の生徒もいて、その人たちといろいろ話してて、彼らはちゃんとしたなんかこういうのやってみたいっていう気持ちを持ってるの。でも親だったりその周りの人だったり先生は、でもそれじゃあ将来食べていけないからやめときなとかってよく言われで、悩んでる子がいるのね、何人か。今までもそうだったし、今もそういう子もいるんだけど、それすごい残念だなと思う。もちろん食べていくのは大事だと思うよ。でもその社会の食べていくっていう価値観がもう場所によってアメリカはまた全然違うし、こっちも全然違うし、またオーストラリアでもさね、ロシアも全然価値観が違うのに、ここに住んでるからこそここの価値観が絶対全てだっていうあれになりやすい気がする。だからもうちょっとオープンにいけたらいいね。だからいろいろ喋ったけど、簡単に言うと、アメリカの方が、
みんな好きに動いてるからみんな幸せで、よく私の友達とかもそうだし、なんか知り合いの方もいるんですけど、日本のその引きこもり問題は日本特殊で、なんか本もそれにくっついて書かれてるんだけど、なんでかというと、そういうただその外の社会と合わないから外出れなくなる。でもよくワーホリとかで海外行ってる子たちに今まで会ったことあるんだけど、その子たち精神的に日本にいる時は病んでても、海外行ったら価値観があまりにも違うからハッピーになれる、自分を見つける余裕が生まれる、で自分として生きられる余裕があるからなんかこう治るのね。だからそこはすごくアメリカとかカナダだったりとか、そういうウェスタンコルチャーが、その欧米がすごくこう素敵だなと思うところかな。でも日本は日本でその気を使って周りの気持ちをよく大事にするとかっていう文化もあるし、だからどっちもどっちでね、いいことも悪いこともあるけど、アメリカに住んでる人たちが一般的にハッピーな理由はそれかなって思う。だからもし幸せになりたいなって思ったら、自分を最初に知らなきゃいけない気がする。でその時間とその余裕がないと自分すら見れないよね。周りのこうその食べていかなきゃいけないから必死で仕事したりとか、この自分に目を向ける余裕がないとなかなかそうなれないかなって思う。だから私はすごく感謝してるのは、親は日本にいてももちろん友達もみんな日本人だったけど、アメリカの価値観と日本の価値観両方学べたから、その中で今大人になった自分はこれは私にいいんだっていうのをこうチョイスして、いいものを取って自分に合わないなと思う価値観をこう流していって、今までこう今となりますみたいな感じ、なのでハッピーになりたい方法っていう動画にするつもりなかったけど、アメリカ人のこのハッピーなイメージ、その感じはそんな感じかな。Anyway、そんな感じで、また明日なんか考えてまた話したいと思います。じゃあね、バイ。Have a good day.